軽来た。軽小差しすぎました。ヒラメがいないのは当然ですけど、拾えるな。これもなんと今日ゲタがおらんすね。いやもう絶対ゲタは最近はちょっともう芝エビベースにゲタ取ってるんですけど、でいい時間帯にヒラメがいたりカニがいたり、ゲタもいないですね今日は。やっと1枚見つけました。イイダコと芝エビで辛抱ですかね。ヒラメはおらず、まあそんな簡単じゃないですけどね、ヒラメ取るのも入ってないのが普通なんですけど、ヒラメバッと落ちてくるとこう映像撮りたかったんですけど、ちょっと数値を変えてみます。次はゲタ4つ取れましたね。4つ出てきました。隠れキャラ出てきたんでびっくりしました。不意に潮でね5、6匹入ったりする時あるんでね、本当驚きますね。そういう時は急に入ったりするんで。あとシャコ拾えました。これイオスダレガニ、もう本当にハマってますね。やっぱりね、でもオオスダレガニの方が美味しい。オレンジのちっちゃい方が味が濃いですけど、スダレガニに関しては大きい方がもう味が濃いし、出汁もよく出ますね。オオスダレガニの方が。これ中身ないかな、怪しいな。これはこっちはあるな。ちょいを変え、朝も日が滲んだ時がいいですね。やっとゲタが入り出しました。今日もちょこちょこ拾えるの見えてますね。ギリギリ、これがギリギリかな。とマハゼ、ここら辺はアケボハゼだらけだったんですけどね、なんか今年はマハゼが見えるんですよね。でもやっぱりアケボの方が美味しいですね。マハゼよりアケボの方がね、骨が柔らかいです。マハゼよりと骨が硬くて食べにくい感じですね。これぐらい大きいともう刺身ですね。これ刺身でいってみましょう。まあ当たり前のごとくヒラメは入らんかったんですけど、イイダコとゲタとシャコで全然ちょっと辛抱できそうですね。ここで今のところいつスパッと消えるか分かりませんけど、もう大シャコ
もどきです。柔らかい。今日3匹目の石がね、1日1匹ぐらいしかいないですけどね、今もうこれも多分潜ってるんで、なんと今日3匹目です。あんなとこでも2匹。死体が入ったのかと思ったら死体じゃない。でも死んでる。今死んだんですね。エラ真っ赤っかいです。爪にかかったんかな。爪にかかったんですかね、傷があるから。ただ残念ながら今食べてもあんまり美味しくないんですよね。大体がこの時期に、2月で今初旬ですけど、この時期に入ること自体がおかしいですね。食べてみましょう。気を抜いておきます。ただ肥えてるのは肥えてますね。曇りましたね。曇った。珍しいもんがまた。小さい頃、子供の頃よく港の中で釣ってました。もう港の中で見ることもないですね。ドンコ。曇ったら悪くなるんかと思ったら、小さいもんはたくさん、まあ多分これ曇ったというか上り返しで上りに行き出したからでしょうね。小さいもんがたくさん入ってますね。拾えもんばっかりですけど、このサイズばっかりなんですけど、エビとかシャコの小さいもんが急に現れましたね。これも拾える。ただちょっと自分が飽き気味ですね。ここ移動しようかな。これ移動するといい時間帯に移動してしまったことになるんかな。拾えるようなシャコがいれば嬉しいですけど。出たはいいですけど、シャコは拾えるサイズがいそうにない。どっちですかね。貝ですからね、もうはっきり言って貝殻を背負ってない貝です。もう正直貝類の中だったら多分上位に入るぐらい美味しい。ただですね、やっぱあんま悪くないんですよね、それが。ゲタもシャコもイカコもわりかし溜まってきてるんですよね。ワラスボ、なんたらワラスボっていうんですよね、これ名前。なんか普通のワラスボとは違うんですよね。
なんか食べ方教えてもらったんで集めて食べようと思ったことあるんですけど、集まらないですねこれ。あんまりいないんで、ほんと目がない。すごい牙。結局飽きて寄島沖へ。この辺はちっちゃいカニがいるとこなんですけどね、朝やってたとこに大きいのいるんですけど、ここはちょっと大きいのは多分ない。やっぱ入ったとして、なんとガラ狙いできたんですけど、ガラも少ない。これは赤なのかどっちなんだい。金マッコっぽくないけど裏が赤じゃな。どっちなんでしょうねこれ。おお、やっぱ多い。この辺にカニが、やっぱりちっちゃいカニがギリギリ拾えるライン十分あるでしょ。なんと朝のところよりゲット多いですね。なんかですね、いいおかずがいましたね。たい焼きじゃないですよ。カニでも石ガニでもなく、こちらめっちゃいいおかずを釣った。1番5つとかこれぐらい取れるかも。今日は派手なもんが当たりませんね。ここはムシムシエビ拾いっす。ガラとヒバエビとオウガンと、これがアケボハゼです。朝いたらマハゼ、ちょっとだけ顔の形も違いますよね。なんかマハゼの方が顔が大きい気がしますが、これも刺身でいってみましょう。食べ比べれますね。出てきましたね。今日2つ目と言いたいですけど、今日1つ目です。さっきのは拾えるサイズじゃなかったです。これは拾えるでしょう。最後ちょっとだけ晴れたんで、ちょっと太陽にじんでくれることを期待したんですけど、ちょっといまいちにじみませんね。なんかこう夕方パワーでひらめきてほしいですね。もちろんカニでも OK ですけど。取れてなかったチームが2つもいい時期になったらいないですよね。こちらも桁数枚で終了。じゃあ寄島へ入りましょう。今日はもう丘の方ばっかりやったんで、寄島すぐそこです。15分後には到着してると思います。証拠りもなく食べてみますか。はい。当たった時にもう死んどったんですけど、完全に生きてたやつが死んどったと思うんです。絵柄が綺麗じゃんな。フライにします。ちょっとまあ刺身で食べてみましょう。トライしてみましょう。はい。もう鈴木はですね、こしらえてて身の悪さが分かるブヨブヨ具合と白さなので、多分刺身しても美味しくないのでフライにしたいと思います。鈴木とか来ました。こ
こちらも瀬戸田のレモンで、まあ続きいってみましょう。今日のびっくりドッキリ塩はこちらでいきたいと思います。フランス4大製塩地の一つ、冷凍の塩。この塩もですね、なかなか手に入りませんね。他の製塩地のあと3つは手に入るんですけど、この冷凍はなかなか手に入らないですね。下味に胡椒だけしておりますので、塩振っていただきたいと思います。白いブヨブヨの鈴木どうなんでしょうね。なんとか食べれる。美味しいとは言えない。やっぱり夏のような歯ごたえもないですし、鈴木の味もあんまないですね。やっぱり鈴木って夏の魚なんですね。つくづく思います。先日も食べたんですけどね、やっぱダメでしたね。でもまあフライなら味さえつければ、もう今だと絹の方が圧倒的に美味しいです。では麺いきましょう。ムール貝もどき、なんかわからんけど2個入りました。紀伊半線についてたのが落ちたんでしょう。皆さんお疲れ様です。マをいただきます。先日おじとらさんがまた遊びに来てくださいまして、頼島へ。その時にね、おじとらさんが持ってきてくださったお酒です。毎年いただいてます、おじとらさんにマオ。美味しいですよね、これ。瀬戸田のレモン、ウィルキンソン。今日も皆さんハードワークお疲れ様でした。いやー、うまい。麺いきたいと思います。鶏貝ムール貝丼ですね。これムール貝、なんかムール貝確かこれ名前あったんですよね。ムール貝なんですけど、まあムール貝の一種であることはなんか調べた時そうだったように思うんですが、まあ基本鶏貝丼ということで持っていきましょう。第2貝柱の鶏貝もりもりで、鶏貝ちょっと手間がかかってますからね。まあでも800円でいきましょうか。赤色も添えて完成です。ムール貝ちょっともう一個、こんなんあるんですね。これ平らぎにもありますけど、この毛がね、こっちなかったのにな、ウニみたい。なんか完成しだしました。ではいただきたいと思います。いただきます。ムール貝いってみましょう。ウニやん。ウニの味はせんけどウニやなこれ。食感ウニですね。驚き。大して味の濃い貝ではないですね。なんか直売所でね売ってる人いるんですよね。これのもっと大きいやつ、それは味濃いですけど、これはなんか種類違うんでしょうね。そんな味濃くないですね。では鶏貝いきます。3つ食いいただきます。まあ当たり前のごとく鶏貝優勝ということで、今回もご視聴ありがとうございました。だんだん落ちていきよるね。だんだん落ちていきよる、またの間に。